魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターが幸運を運んでくるか。そろそろインタビュー開始の時間だな。俺のところには誰が来てくれるのだろう。ボンジュール、シールバー君。本日のプレゼンターはこの私ルーク・ハントが務めさせてもらうよ。どうぞよろしく。ルーク先輩、魔法のバースデーダイスに選ばれたプレゼンターはあなただったのか。こちらこそよろしく頼む。では早速、シルバー君、お誕生日おめでとう。私からのプレゼントだ。ありがたく頂戴する。中身は何だろうか。これはカメラ。俺が知っているものとは形状が異なるようだが。ウィー、もしかしてこの手のカメラを手に取るのは初めてかな。ああ、スマホにカメラ機能がついているから必要だと思ったこともなかった。普段は掲示板の張り紙をメモするためや乗馬の姿勢を確認するために写真を撮るぐらいだ。つまりシルバー君は日々の生活を便利にするためにカメラを使いこなしているのだね。完璧に使いこなせているとは言い難いが、スマホの機能で不便を感じたことはないな。せっかくの贈り物なのに使う機会がないかもしれない。申し訳ない。パドゥプロブレム。このカメラには特別な仕掛けがあるのさ。特別な仕掛け？それは一体？それは後のお楽しみさ。まずは使い方の説明だね。こうして両手に持って構えてファインダーを覗き、撮りたいものをフレームに収める。あとは右手にあるボタンを押せばいい。なるほど。使い方は普通のカメラと変わらないようだが、この場で1枚撮ってみてもいいだろうか。ビアンシュール。被写体はもう決まったかい？そうだな。せっかくだからこれを送ってくれたルーク先輩を撮影させてもらいたい。嬉しいね。最初の1枚に私を選んでくれるとは。ポーズはこんな感じでどうだい？すごい開脚だな。洗練されたポーズだ。では早速撮らせてもらおう。カメラから何か出てきた。黒いカードのようだが、黒い部分からルーク先輩の姿が浮かび上がってきた。そうか、これは。気がついたかい？そう、その場ですぐ写真が出てくるのが特徴さ。シルバー君も言っていた通り、スマートフォンを使えばいつでも簡単に写真を撮れる。でも撮影した写真の全貌が明らかになるまでのワクワク感はこのカメラでしか味わえないものだ。そうだな。俺も見ていて心が浮き立った。待ちながら言葉を交わすこともできたしね。スマホのカメラは撮ってすぐに画像を見ることができて便利だが、どんな写真が撮れたかすぐにはわからないというのはこのカメラだからこその緊張感だな。家族や友人と写真を撮ったらこの気持ちを皆と共有できるということか。どうかな、使い道がありそうかい？ああ、ルーク先輩、素敵な贈り物をありがとう。このカメラで写真を撮るのが楽しみだ。よかった。シルバー君が撮ったものを私にも見せてほしいな。もちろんだ。楽しみにしていてくれ。さあ、次はインタビューを始めさせてもらうよ。ああ、よろしく頼む。ナイトレイブンカレッジの生徒の中で兄弟にするなら誰がいいですか？ただし同じ寮の生徒は除くだそうだよ。兄弟か。すぐには思いつかないな。確かシルバー君は一人っ子だったね。ああ。しかしセベクとは幼い頃から交流がある。父に剣や体術を教わり、時には厳しい修行を共にしたものだ。兄弟のように育ったと言えなくもないだろう。二人なら打ち合いもできたし、セベクの努力する姿を見ると
俺も自然と鍛錬に力が入った。素晴らしい。互いに切磋琢磨し合ってきたということだね。ああ、刺激になる存在が身近にいるのはいいことだ。しかし他寮の生徒となると、思いついた。ハーツラビルのデュースを選ぼう。あいつは1年生だから弟ということになるのだろうか。ムシュスペードか。彼のどんなところが決め手になったんだい？デュースの母親思いな部分がいい。俺は孤児だった自分を育て鍛えてくれた父を心から敬愛している。なので兄弟なら同じように家族を大切に思っている相手がいいと思う。それにあいつは廊下や運動場で顔を合わせると大きな声で挨拶してくれる。ハキハキしていて好ましい。陸上部の活動にも熱心に取り組んでいるし、セベクの話だと苦手な勉強も頑張っているらしい。ああ、聞いたことがあるよ。何でもデュース君は優等生になりたいらしい。なるほど、全校生徒の規範となろうとしているのか。俺も見習うべきところがありそうだ。日頃から己を鍛えるために努力しているが、デュースと兄弟になったら自分の足りない部分に改めて気づくこともあるだろう。マーベラス。シルバー君は飽くなき向上心の持ち主だね。私も見習わせてもらおう。俺はまだ修行中の身。褒められるほどの成果は出せていないが、ルーク先輩の言葉は嬉しかった。ありがとう。では次の質問をするよ。もしディアソムニア寮以外の寮に入ることになったらどの寮を選びますか？そうだな、どの寮にも優れた部分があるが、不得手をなくす意味ではイグニハイドだろうか。俺はあまり機械を使ってこなかったからな。なるほど。あそこは最新の魔導工学テクノロジーが備わり、内装も実にスタイリッシュで美しいよね。シルバー君ならきっと魔導工学の技術も熱心に学んで吸収できるだろう。ただ一つ問題が。イグニハイド寮生はあまり外に出るのが好きではないようだ。あそこで鍛錬の相手を探すのは難しそうだな。おお、なるほど。確かに一理あるかもしれない。鍛錬を迫られて小ネズミのように震えて逃げ惑うイグニハイド寮生の姿が目に浮かぶよ。さすがにそれは彼らに悪い。よって転寮するのなら俺はサバナクロー寮を選ぶ。サバナクロー、ガラリと方向性を変えてきたね。理由も聞かせてくれるかい？サバナクローはスポーツや格闘技を得意とする肉体派の生徒が多く集まっている。あの寮に在籍したら鍛錬の相手には事欠かないだろう。より多くの経験を積むことが俺自身の成長につながると思う。体を鍛える観点ならサバナクロー以上に適した環境はないよ。しかしシルバー君は何のために強さを求めているんだい？俺が鍛錬に励むのはいずれ父を超えたいからだ。そのためにも一層精進しなければな。名残惜しいがこれでインタビューは終了だ。最後は本日のメインイベント。幸運のギフトの贈呈だな。ウィー、その通りさ。心の準備はできているかい？無論だ。俺は逃げも隠れもしない。ああ、伝わってくるよ。シルバー君の気迫が。これは私も本気を持って答えなければいけないね。安心してくれたまえ。私がターゲットを定めたら決して狙いを外さないからね。ああ、幸運のギフト全身全霊で受け止めさせてもらう。それでは行くよ、シルバー君。お誕生日おめでとう。